そして、その戦いの成果は、やがて現れる。1955年から1973年まで続いた日本の高度経済成長だ。当時、実質経済成長率が年平均で 10% 前後を記録したと言われている。そして、その18年間で世界第2位の経済大国と言われるほど日本経済は強くなった。マッカーサーは太平洋戦争前からあった日本の既得権益を完全に潰すことはできなかった。だがマッカーサーは彼らを弱体化させることには成功した。日本の既得権益はマッカーサーに相当に痛めつけられたはずだ。だから当時の日本で最も強力な権力は文字通り自由と民主主義ということになる。そして自由は経済を強く大きくする。当時の日本は世界でも最も自由な国の中の一つだったはずだ。それに戦後首相の座についた吉田茂の憲法9条の下で再軍備を慎重に避けるという考えがあった。日本政府は軍備に予算を取られる必要がなかった。だが不安もあった。1957年から1960年、マッカーサーに大きなダメージを負わされたはずの旧財閥系企業が復活し始める。彼らは株式を持ち合いながら銀行を事実上の核とする旧財閥の形態を再び作り始める。この頃の旧財閥には資金がなかったから、当時の日本の民主主義を脅かすほどの力はなかったが、まずい兆候だったことに変わりはない。もし彼らがいつか資金を手に入れて日本の既得権益という権力の形で復活すれば、日本の民主主義は破壊され、日本の庶民は再び自由を失う。そして1960年代後半には外国人の日本株投資が活発化し始めた。
金融機関をはじめ、国内企業間で、外資に乗っ取られないように、という名目で、再び積極的な株式持ち合いが始まった。その結果、1973年度末の法人持ち株比率は 66.9% にまで達してしまった。そして、それから17年後の1990年代、日本の既得権益は、ついに資金を手に入れて、目を覚ます。きっかけは1980年代前半。アメリカ、レーガン政権下。アメリカの貿易赤字と財政赤字は、増えすぎて、莫大な金額になっていたことだ。いわゆる、双子の赤字と言われた。世界の基軸通貨。ドルの不安定化は、世界経済にダメージをもたらす。対策が必要だった。1985年9月22日。アメリカ、ニューヨークのプラザホテルで、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、日本の5カ国が会談した。そして外国為替市場に協調介入して、ドル高を是正することが決まる。そして、その合意の後、日本では急激に円高が進む。1ドル235円だったレートが、翌年には150円台になってしまった。1970年代、日本は、高度経済成長を実現していた。当時のアメリカの双子の赤字のうち、貿易赤字は、日本に対するものが多かった。欧米人が言う通り、日本の円は、実際の評価より、ずっと強い可能性があった。円高にはメリットがある。円高は日本人が、それまでに手に入れた財産の価値を押し上げる。しかし円高にはデメリットもある。円高は物を作るコストを高くする。物は高くなれば売れなくなる。つまり輸出産業はダメージを受ける。その対策のために、日本の中央銀行は、日本の金利を大幅に引き下げた。つまり銀行から金を借りても、利息は大幅に引き下げられる。銀行からの借金がしやすくなる。
そしてそこに落とし穴があった。この時の利下げが日本人に貨幣錯覚を起こさせたと言われている。この時から日本では不動産や株式に対する異常な投機が始まった。つまりバブル景気だ。円高の進行と借金のハードルが下がったことで不動産屋や金融屋は銀行から融資を受け不動産や株式に大規模に投資するようになった。こうした投資が繰り返されることで日本の地価や株価はどんどん上がり続けた。銀行から安い利子で大金を借りて土地や株を買ってそれをただ売るだけで大きな利益が得られる。大勢の日本人がそれに飛びついた。過剰な投資によって不動産や株式などの資産価値が異常に高騰した。そして実際の経済成長を超えるペースで資産価値が膨らんでいった。やがて庶民も気がついた。庶民の持つ財産の価値はいつの間にか上がっていた。庶民はその値上がりした財産で株を買った。そして庶民の持つ住宅、つまり不動産もいつの間にか値上がりしていた。銀行から金を借りるためには担保がいる。値上がりした土地には担保としての価値があった。庶民はその担保を元手に銀行から金を借りて新しい不動産を買った。そして日本の株や不動産はさらにぐんぐん値上がりしていった。不動産屋や金融屋だけでなく庶民が金を借りれば銀行は儲かる。庶民に株や不動産を買わせるために銀行は金を貸しまくった。土地を買えばその土地は時間の経過とともに価値が上がる。株を買えばその株は時間の経過とともに価値が上がる。個人だけではない。企業もそれに加わった。大企業も中小企業も本来の業務などそっちのけで
投機に走った。そして莫大な金が株や不動産市場に流れ込んで、株の値段も不動産の値段もみるみる上がっていった。農家ですらそれまで持っていた土地を売って大儲けした。農民はその金で御殿のような豪華な家を買った。そして消費活動が盛んになり、世の中全体の景気は良くなった。これが1980年代後半から1990年頃にかけての日本だ。再生リスト18に続きます。